こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回はワールドカップノックアウトステージベスト16で敗れた国の試合直後の声を集めてきたよ。いろんな国の時はこのスタイルで行くのね。新キャラをたくさん登場させるのは大変だからね。大変なのは私なんですけど。まあこれをやるとまた収益止められる可能性は上がるから、今回も2人は合間合間に感想喋ってね。そこは任せて。じゃあ行くのだ。シャキーン。まずモロッコに0対3で敗れた開催国のカナダサポーターの試合直後の声だよ。すごい戦いぶりだったよ。このチームを本当に誇りに思う。次はもっと強くなって戻ってこよう。国を一つにしてくれてありがとう。本当に誇らしかった。カナダの真のヒーローたちだよ。見ていて本当に楽しいチームだった。めちゃくちゃ誇らしいよ。夢を見させてくれたし、歴史も作ってくれた。2030年はカナダがワールドカップ優勝だ。最後までモロッコにかなり迫ってた。カナダは本当にいい試合をしたよ。結果はどうあれ歴史を作ったよ。カナダでは君たちは勝者だし、君たちを見てサッカーを始める子供たちが絶対増える。負けたけどカナダにとっては本当にいい大会だった。監督采配と決定力には課題があるけどね。これは悔しいけどそれ以上に誇らしい。2022年はグループ突破できなかったのに、今回はベスト16まで来た。失敗じゃなくて成長だよ。カナダサッカーの未来は明るい。この物語はここで終わりじゃなくて、もっと大きなものの土台だよ。モロッコおめでとう。でもカナダが決勝トーナメントを自国で戦えなかったのは不利だったと思う。開催国なんだから開催国で試合やらせてくれよ。最後まで自分たちのサッカーを貫いて戦った。世界ベスト16なら悪くない結果だよ。カナダは今日内容的には結果以上の試合をしてた。モロッコの早い切り替えに最後は対応しきれなかったけど、2030年が楽しみだよ。2大会でここまで伸びたのは本当にすごい。ベスト16に行けただけでも大きな一歩だよ。55分から60分くらいまでは間違いなくカナダの方が良かった。ただずっと課題だった決定力が足りなかった。世界32位と6位の差を感じる試合ではなかった。もっと接戦だったよ。今はカナダでサッカー人気がどんどん広がってる。近い将来かなり強い国になると思う。カナダのみんな顔を上げて。歴史は作ったよ。このチームは世界の舞台にいる資格があるって証明した。カナダ代表はこの国のサッカーの景色を変えたし、未来の子供たちに夢を与えた。最後の2失点は前に出た結果だし、トーナメントでは 1-0 で負けても 3-0 で負けても同じだと思う。全力で戦ってくれてありがとう。でもカナダは選手育成への投資をもっと増やすべきだと思う。未来には必ず帰ってくる。リスペクトはあるけど、正直モロッコには勝てなかったと思う。勢いや応援だけでは超えられないレベルがある。チームカナダワールドカップで全てを出してくれてありがとう。休んで回復して次はもっと強くなろう。5試合で8ゴール。カナダ人であることを誇りに思う。よく戦ったよカナダ。忘れられない旅だったし、ここまで来たこともまだ足りない部分があることも見えた大会だった。これから4年間はチャンスを決めきれる本物のストライカーを育てることが大事だと思う。チームはよく走って戦った。あと1人か2人いいストライカーがいれば次のレベルに行ける。負けたとはいえ本当にいいプレーだった。カナダのサッカープロジェクトをこのまま育てていってほしい。サッカーじゃなくてフットボールって呼ぶようになったら勝てるようになるかもね。負けたけどカナダサポーターはみんな喜んでるね。カナダは今回3回目のワールドカップ出場で、しかも今までは6戦全敗だったからね。それがここまで来たら嬉しいと思う。次はフランスに0対1で敗れ荒いプレーで話題になったパラグアイサポーターの試合直後の声だよ。たくさんの喜びをありがとう。パラグアイ人は最後まで戦う民族なんだって世界に見せてくれたよ。この代表には立ち上がって拍手したい。本当にありがとう。ワールドカップは掲げられなかったけど国全体を立ち上がらせてくれたよ。ありがとうみんな。夢見た終わり方ではなかったけど、長い間感じられなかったものが始まった気がする。16年ぶりに希望を取り戻してくれてありがとう。もう一度信じさせてくれてありがとう。敗退は痛いよ。でもまた心が動いたからこそ痛いんだと思う。顔を上げてくれ。君たちは失敗なんかしてない。パラグアイを信じる誇りを取り戻してくれたんだ。これは終わりじゃない。新しい物語の始まりだよ。責めることなんて何もないよ。ありがとうアルビロハ。心から尊敬と称賛を送るよ。ピッチで全てを出してくれてありがとう。これからも前に進もう。国をこんなに全力で情熱と誇りを持って代表してくれてありがとう。私たちは敗退したけど胸を張ってるよ。どれだけ悪口を言われても選手たちへの誇りは変わらない。たくさん愛してるよ。本当にたくさんのものをありがとう。
希望を取り戻してくれてありがとう。いつだって胸を張っていい。世界にグアラニーの魂を見せてくれたし、パラグアイの名前を高く掲げてくれた。それは誰にも消せないよ。めちゃくちゃ楽しかったよ。この気持ちをパラグアイのみんなと分かち合えて、みんなで喜んで苦しめたことが本当にすごかった。誇りだよ。2030年に向けてまたしっかり進んでいこう。神様がこれからも彼らを祝福して、この美しい国に喜びと団結を届け続けてくれますように。土台はしっかりしてる。これからもっと成功を積み重ねていけるよ。なんて素晴らしいリーダーなんだ。画面越しでも知恵や前向きさ、前に進む力が伝わってくるよ。パラグアイサポーターも負けてもみんな前向きだね。パラグアイは2010年に日本に勝ってベスト8に行ったのが最高成績だね。最高成績じゃなくてもこんなに喜んでるんだ。次はノルウェーに1対2で敗れた過去5回優勝しているブラジルサポーターの試合直後の声だよ。今度こそ2046年に6回目かな。私たちはもっと良くなって戻ってくる。毎回もっと強くなって戻ってくるって言ってないか。4年ごとにいつも同じ話だよ。最後にトロフィーを掲げてからもう24年も経った。次は監督を変えてくね。ブラジルサッカーは終わった。ありがとうネイマール。なぜ君がこのブラジル代表で一番大きな選手なのか見せてくれたよ。ブラジル国内でプレーしてる選手だけ呼び始めた方がいい。選手がベッドの宣伝をするのを禁止して、インフルエンサーじゃなくて選手としてちゃんと求めるべきだよ。これがネイマール最後のワールドカップだったなんて悲しい。一番 PK が上手い選手をベンチに置いてた。ネイマールなら PK を外さなかった。ネイマールの引退を止めてくれ。足りなかったのは闘志だよ。ネイマールがイエローをもらったあのファールこそ私には闘志に見えた。あの PK は2014年から代表を背負ってきた男の叫びみたいだった。強度も一つ一つのボールを争う気持ちも最後まで戦う姿勢も足りなかった。ハーランドを消すための作戦で入ったのに結局2点取られた。ブラジルは淡々と敗退したように見えた。胸を張って帰れるのはネイマールだけだと思う。2030年は出なくてもいいくらいだ。ノルウェーに勝たせちゃダメだった。ネイマールは私にとって勝者だよ。心理戦を仕掛けてきたゴールキーパーに負けずに決めてブラジルの誇りを守った。30年くらい前からもっと強く戻るって言ってるけど、次のワールドカップはいつもさらに悪くなる。ここ数年でブラジルの DNA を見せられたのはネイマールだけだった。新しい選手にもっとチャンスを与えてほしい。同じメンバーばかりはもういいよ。ブラジル代表には本当にがっかりしてる。今のブラジルを見ても昔みたいな安心感がない。組織もリーダーも決定的な選手も長期的な計画も足りないように見える。正しい決断を今しなければ未来はかなり心配だよ。ブラジルには伝統も才能も巨大な歴史もあるけど、それだけで勝利は保証されない。何も変わらなければ他の国が進化していく中で私たちは過去の思い出だけで生きることになる。君たちはネイマールという選手の価値をちゃんと分かってなかった。16歳の息子にブラジル代表が世界王者になるのを見るってどんな気持ちなのって聞かれて胸が痛くなった。息子よ、俺たちの時間は必ず来る。2030年はすぐそこだ。また頂点に立つブラジルを見ることになるよ。ビニシウスがメッシみたいな顔で歩いてるのがきつい。負けるのはスポーツだから仕方ない。でも勝っても負けても同じみたいな空気でピッチに立つのは違う。恥ずかしいよ。弱い代表だった。日本人が言ったことは正しかったな。ブラジルらしいサイドバック、ドリブラー、司令塔、昔ながらのセンターフォワードが出てくる仕組みを作ってほしい。ドイツやフランスが2006年以降にやったように育成と国内サッカーを考えるべきだよ。 7-1 の後もコパアメリカ敗退の後もベルギー戦の後もクロアチア戦の後も俺たちはずっと応援してきた。ネイマールを最初から使っていたら結果は違ったかもしれない。全部監督のせいだよ。5回も世界王者になれたのはブラジル人としてプレーしたからだ。なぜヨーロッパの真似をするんだよ。ノルウェー戦の敗北は痛い。でももっと心配なのはブラジルが自分たちを特別にしていたアイデンティティを失っていることだよ。残念だけど多くの世代はブラジルが優勝するところを見られないかもしれない。ブラジルサポーター荒れてるね。でもネイマールだけは特別扱いって感じがする。それ私もすごい思った。次はイングランドに2対3で敗れたメキシコサポーターの試合直後の声だよ。世界中からリスペクトされてるよ。このチームの誰も下を向く必要なんてない。メキシコは一生メキシコだよ。君たちのおかげで諦めてたものにもう一度挑戦したくなったよ。心を震わせてくれて信じさせてくれてみんなで喜ばせてくれた。それも歴史を作るってことだよ。ピッチに心を置いてきてくれてありがとう。誇り高きメキシコ人だよ。ここでまだ信じてるよ。信じることは絶対に間違いじゃないから。
みんなでここまで動いたのは本当にすごかった。もう俺たちは勝者だよ。メキシコ万歳。めちゃくちゃかっこよくやってくれたよ。夢は終わってない。信じて準備して、4年後にまた会おう。君たちは最高のチームだし、この国に感じさせてくれたものを私たちは誇りに思ってる。次は俺たちの番だよ。傷ついた国を一つにしたことを誇っていい。メキシコは胸を張っていい。イングランドに 3-2 で負けたことはこのチームが成し遂げたものを消さない。メキシコは言い訳をして去ったんじゃない。尊厳と勇気を持って世界中のサッカーファンからリスペクトされる試合をして去ったんだ。夢は今日一旦止まったかもしれない。でもこの世代の残したものは次の世代を刺激するよ。ありがとうメキシコ。ただサッカーをしたんじゃなくて、誇りと情熱と粘り強さがどういうものか思い出させてくれた。メキシコがワールドカップを失ったんじゃない。ワールドカップがメキシコを失ったんだ。人生でここまで代表を誇りに思ったことはなかった。一生忘れないワールドカップだよ。もう一度サッカーに夢中にさせてくれてありがとう。今まで感じたことのないものを感じさせてくれた。心配しないでくれ。みんな素晴らしかったよ。ただ運が味方しなかっただけだ。2030年に会おう。もっと大きな愛ともっと強い団結で戻ろう。俺たちの歴史で最高のワールドカップだった。ここから誰も降りないよ。メキシコを一つにしてくれて夢を見させてくれた。誰も後悔してないよ。ありがとう。すごい代表だよ。これから数年で信じられないことが起きると思う。そのカップはいつか私たちのものになる。だからもっと良くなり続けよう。君たちにはそれを成し遂げる力がある。この1ヶ月、北も南も金持ちも貧しい人も町も村も関係なかった。ただ同じ声でメキシコと叫んでいた。これが始まりなら2030年はもう怖くない。希望として見られるよ。勝ちたい気持ちは最後までなくならなかったし、それこそが大事なんだ。この土台で次のワールドカップに向けて進めばもっと遠くまで行けるよ。こんな代表は本当に久しぶりだった。ずっと大好きだよ。信じられないくらい良かったよ。私たちをめちゃくちゃ幸せにしてくれた。あんなに献身的な代表は見たことがない。本当に誇らしい。このワールドカップは本当によく戦った。最後の1秒まで諦めなかった。それはチャンピオンの姿だよ。君たちを見る1秒1秒を楽しんだし、メキシコの名前を高く掲げてくれた。君たちは最高の代表だよ。夢を見させてくれたし、世界最高のリーグを苦しめた。全てを出し切ってくれてありがとう。素晴らしいワールドカップをプレゼントしてくれた。メキシコ、君たちは今大会最高の試合をしたし、歴史に残る試合の一つだったと思う。本当に誇りだよ。メキシコ人であること、そして苦しみを乗り越える強さと明るさを持つこの国を誇りに思う。ワールドカップがメキシコを失ったんだってかっこいいね。おしゃれだね。私もいつか使おう。それにしてもみんな前向き。サポーターにとっていい試合内容だったんだね。次はスペインに0対1で敗れてクリスティアーノ・ロナウドが代表引退するポルトガルサポーターの試合直後の声だよ。運命がそうじゃなかったのかもしれない。大丈夫。君たちはベストを尽くしたよ。ポルトガルもクリスティアーノも気持ちを切らさないで。ロナウドがいないならもうポルトガルを応援する人はいないよ。一番好きなチームだったのに、今日から一番嫌いなチームになったよ。どんな結果でもクリスティアーノ・ロナウドは世界中から尊敬されるレジェンドだよ。君たちは何者でもない。ポルトガルを世界に知らしめたのはクリスティアーノ・ロナウドだってことを忘れるな。これから俺も俺みたいな何千人もの人ももうポルトガルを応援しないよ。最高の選手のラストダンスだったのに、どうして全力で戦って彼のために心をピッチに置いてこなかったんだよ。ポルトガルファンとしてはこれが最後の試合だった。任務完了だね。もうこの代表を応援しなくていいと思うと正直ホッとしてる。ロナウドなしなら誰も代表の試合なんて見ないよ。本当のチームじゃなくて個人でプレーしてるのがひどい。ロナウドにパスすることがそんなに難しかったのか。クリスティアーノ、多分君はこのメッセージを読まないだろうけど、それでも感謝を伝えたい。君はゴールの決め方だけじゃなく、夢を見ること、努力すること、諦めないことを教えてくれた。今日は一つの時代が終わったみたいだよ。心の一部をピッチに置いてきたみたいだ。いつか君のサッカーが終わる日が来ても、私の心から君が消えることはない。俺たちは一人の男のために応援してた。その男はもう去ってしまった。消えてくれポルトガル。私たちはロナウドのためだけにここにいたんだ。最高のフィニッシャーであるロナウドに何回パスできる場面があったと思ってるんだ。みんな自分が栄光を得たくて外し続けた。ここまで来られたのはロナウドのおかげなのに、今日は彼への敬意がなかった。レジェンドをリスペクトすることをもっと学ぶべきだったのに、君たちは自己中心的な道を選んだ。最高の中盤って言われてたのに後ろへのパスばっかりだった。どうしてあんなに攻撃が悪かったんだ。
クリスティアーノへのクロスが全然なかった。クリスティアーノ・ロナウドは世代を超えてずっと世界最高の選手だよ。アルゼンチンはメッシの前からアルゼンチンだったし、メッシの後もアルゼンチンだよ。でもポルトガルはロナウドの前とは別物だった。君たちはポルトガルをここまで有名にした男を支えなかった。君たちが二度とワールドカップに出られないことを願うくらいだ。この選手たちがいて世界王者になるチャンスがあったのに、ユニフォームを誇りにできなかった。大会最高の中盤と言われてゴールにつながるアシストはゼロ、スコアと同じゼロだよ。クリスティアーノが優勝への最後の希望だったのに、君たちはレジェンドを倒すために全力を尽くしたみたいだった。クリスティアーノ・ロナウドは替えが利かない。彼みたいなレジェンドは一生に一度しか現れない。2004年からクリスティアーノを追ってポルトガルを応援してきた。そして今辞める時が来た。クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップは終わったけど、彼の名前はずっと心に残り、世界で記憶され続けるよ。なんだかブラジルもだったし、スーパースターがいる国のサポーターの感じって私嫌だな。今聞いてる感じ私も嫌。次はベルギーに1対4で敗れた前の試合でレッドカードが出た選手がこの試合に出場することができた。アメリカサポーターの試合直後の声いくよ。待って、行かないで行かないで。ちょっとどういう意味それ？葵簡単に説明してあげるのだ。ベスト32の試合でレッドカードが出て、普通ならこの試合も出られないんだけど、この判定に納得がいかなかったトランプが FIFA の会長に直接複数回の電話をかけ、レッドカードの判定と処分について見直しを強く要求して、その選手の出場停止処分は1年間猶予となり、代わりに4万ドルの罰金処分に変更されて、この試合は出られるようになったんだって。トランプやりたい放題じゃん。そのこともあってアメリカの SNS は他国からのコメントがすごかったよ。じゃあアメリカサポーター見ていくのだ。俺たちはもっといいチームになれたはずだよ。このチームはもっといいプレーができるのを見てきたから、こんな終わり方はきつい。俺たちはひどいプレーをしたし、こんな形で敗退するのは痛い。でもこのチームが夢を見させてくれたことには感謝しかない。このチームは本当に特別なことをした。長い間見ていなかった形で国全体を一つにしてくれた。最悪だった。アメリカが今まで対戦したどのチームよりはるかに上なのはわかるけど、それでも全員がサッカーのやり方を忘れたみたいだった。それでも最後までアメリカを応援できたことは誇りだよ。ポチェッティーノを残して2030年にはもっと良くなってほしい。悪い日はあるよ。それが今日だったのは残念だけど、このワールドカップを通して君たちの姿勢は誇らしかった。アメリカサッカーの未来は正しい方向に向かってるって、あと何回聞けばいいんだろう。フランスとやらせろって言ってたけど、ベルギーだけで十分だったね。ルールその1、競技をリスペクトしろ。私たちはこれに値した。トランプがアメリカに悪いカルマを持ってきた気がする。選手が悪いんじゃない。トランプが悪いんだ。アメリカ代表はうまくいってた。トランプが現れるまでは。今日はベルギーがフットボールをして、アメリカはサッカーをしてたね。これがアメリカがサッカーで遠くまで行けない理由だよ。トランプはスポーツに首を突っ込むべきじゃない。今度はトランプがインファンティーノに再試合を頼むんじゃないか。この件はトランプのせいだと思ってる。正直どうでもいいくらいそう思う。ベスト16で勝つ頃には俺は45歳で4人家族になってそうだ。この選手たちをヨーロッパに送ってくれ。もっと高いレベルでプレーする必要がある。世界中で根付いている競技だから頂点までの道は早くないけど、アメリカは正しい方向に進んでる。このワールドカップの人気でアメリカンフットボールやバスケからサッカーに来る子供も増えると思う。2034年には本物の候補になるよ。2年後にオリンピック、4年後に次のワールドカップがある。教訓を学んでもっと良くなってほしい。負けは壊すこともあるし、強くすることもある。ずっとアメリカ代表を応援するよ。それでもこのチームはアメリカのサッカー界に変化を起こしたと思う。アメリカ永遠に。アメリカはポルトガルとクリスティアーノ・ロナウドと同じところまで行った。同じレベルだね。トランプがしたことがなんだか逆効果になっちゃったね。そんな感じあるね。次はアルゼンチンに2対3で敗れた審判の判定がアルゼンチンびいきと納得いっていないエジプトサポーターの試合直後の声いくよ。ありがとうエジプト代表。男らしくて素晴らしいプレーだったよ。私たちの頭を上げてくれたし、世界の前で誇らしい姿を見せてくれた。俺は全然悲しくないよ。代表は本当にいいプレーをしたし、アルゼンチンを上回ってた。今日起きたことは不公平だった。だから再試合を求める声をみんなで広げるべきだよ。エジプトは世界王者アルゼンチン相手に最高級の試合をしたよ。80分まではファラオたちの歴史的勝利に向かって全選手が英雄みたいなプレーをしていた。サッカーは時々残酷だね。最後の瞬間しか見てくれないことがある。エジプトは世界中が語るような勝利まであと数分だった。
エジプトは強豪とも戦えるし、世界王者の前に堂々と立てるって証明したよ。私たちはアルゼンチンと戦ったんじゃない。審判と VAR といろんな力とも戦っていたんだ。結果では負けたけど、世界のリスペクトは勝ち取ったよ。まさに英雄だった。エジプトは名誉を持って戦い、頭を高く上げたまま負けた。アルゼンチンは歴史的な判定の問題で勝っただけだと思う。勝利みたいな敗北だよ。初めて本当に強い形で参加できたし、勝利まであと少しだった。素晴らしいエジプト代表に感謝したい。君たちが良すぎたから私たちの期待も空まで上がってしまった。エジプト対アルゼンチンじゃなくてエジプト対 FIFA だったね。偏ったひどい審判だった。それでも神の定めだし、私たちはやれることを全部やった。エジプトの選手たちの戦う姿勢と男らしいプレーにはおめでとうと言いたい。エジプトのゴールキーパーは本当に伝説的だった。この試合のまとめはエジプト代表が判定でやられたということだと思う。俺たちは負けてない。愛国心のある代表と誇れる監督と国を愛する選手たちを手に入れたんだ。私たちは世界の前で相手のやり方を暴いたし、まだ戦いは終わってない。エジプトの2点目が認められなかったのは本当におかしい。審判は不公平だった。正直私たちの方が良かった。でも審判に神の裁きが下ってほしい。俺たちエジプト人は自分たちのチームを誇りに思う。俺たちの目に分かっていた。どんな不公平な判定があっても神は不正をそのままにはしない。俺たちは明らかに不公平な扱いを受けた。代表全員とスタッフを誇りに思う。感謝すべき努力だった。本当はクリーンなゴールだった。取り消されるようなものじゃなかった。今日の試合は政治とスポーツは切り離せないという大きな証拠だったと思う。次は取り返せるはずだし、ワールドカップへの恐怖を壊せただけでも大きい。もっと良くなって戻ってくるよ。みんな分かってない。エジプトの2点目を取り消したのと同じ形でアルゼンチンの得点は認められたんだよ。エジプト代表の英雄たち、誇らしいパフォーマンスとエジプトサッカー史上前例のない成果をありがとう。審判の助けがないと勝てない集団だ。喜んでるのを見てて哀れだよ。エジプトサポーター怒ってる人はすごい怒ってるね。エジプトのゴールがかなり前のプレイのエジプトのファールを VAR で取り消されたり、似たようなアルゼンチンのゴールはそのままゴールにされたしね。しかも79分まではエジプトが2対0で勝ってて、そこから後半終了までに3点取られて逆転されてるし、エジプトの監督も試合後の会見で審判団に怒っちゃってるからね。79分って本当に勝利が目の前だったんだ。ゴール取り消された時の VAR 確認する時に解説の人も、こんなんもう言い出したらゴール以外の場面でもいっぱいあるやんと思いますけどねって言ってたし、エジプトの VAR は取られないしで、エジプトサポーターからしたら文句言いたくなっちゃうよね。最後はスイスに PK で負けたコロンビアサポーター行くよ。ありがとう、俺たちの代表。君たちは素晴らしいチームだよ。たくさんの喜びをくれてありがとう。今日もこれからもコロンビア人であることを誇りに思うよ。ありがとう、私たちの代表。本当にいいプレーをしてたよ。すごく誇らしい。心からありがとう。代表を愛してるよ。たくさん感動させてくれて本当にありがとう。誇りに思ってる。何があっても常にベストを尽くして 100% の姿勢で戦ってくれた。喜びをくれたし、それだけでも大きな価値があるよ。4年後にまた挑戦しよう。まだまだ勝負強さが足りないし、招集されるべきじゃなかった選手も何人かいた。決定力とフィニッシュの不足、そして点を取れる10番がいないことが私たちをワールドカップから外に出したんだ。何度もチャンスは作ったのにゴールがどこにもなかった。もっと上までいけるチームだった。 PK で怖がってしまった。踊る代わりに PK 練習してたらどうだったんだろう。今日よりアルゼンチンとやることばかり気にしてたんじゃないの。80歳になってもワールドカップ優勝がどんな気持ちなのか知らないままかもしれない。私たちはコパアメリカもワールドカップも PK で落としてきた。何度でも PK を練習してくれ。 PK もサッカーの一部なんだから、ちゃんと練習して誰が蹴るか見極めるべきだよ。コロンビア、本当にたくさんの喜びをくれたよ。みんな信じられないくらい最高だった。大好きだよ。少しの間だけでも国を一つにしてくれてありがとう。勝ってる時だけ応援するのは簡単だよね。でも負けた瞬間に背を向けるなら、それは本当の応援じゃない。本当のファンはいい時も悪い時もいる。特に悪い時にこそいるんだ。行こうコロンビア、よくやったよ。今回は違っただけ。それがサッカーだよ。このチームを恥じるコロンビア人も多いけど、俺はこの選手たちがかなり成長したと思ってる。彼らはいつも国の顔として戦ってくれた。心からのコロンビア人はどこでもいつでも応援するよ。今まで見たことないくらいプレーして、いつも通り待てた。でもいつか俺たちは王者になるよ。ありがとう。私の代表、国を一つにしてくれて
クリーンに戦えることを示してくれて、これまで以上に愛国心を感じさせてくれてありがとう。もし今日の結果でこのワールドカップの道が終わるとしても、これだけは知ってほしい。君たちは俺たちの代表であり続ける。大きくなりたいならモロッコみたいに小さい頃から才能を見つけて育てるアカデミーを作らないといけない。一つ一つのパスからゴールまで、最初の1分から最後の1分まで、愛情と努力と情熱を保ってくれてありがとう。コロンビア人であることを誇らしく感じさせてくれてありがとう。コロンビアでは感謝の気持ちがたくさんあるね。そういうサポーターがいるのはいいよね。これでベスト8が決まったのだ。次からはまだ日本の未知の領域の戦いが始まるよ。そしてここで問題。何々？日本とは違ってこのベスト8の国すべての共通点は何でしょう？アジアじゃない。そんなの問題にしない。ベスト8の国は全部4バックってことでしょ？正解。というかベスト16の時点で14カ国が4バックだったんだよね。じゃあ次の日本代表も4バックになる可能性あるのかな。4バックと3バックを使い分けると私は予想してるよ。じゃあ今回はこれで終わりなのだ。日本も4年後こそはここまで残っててほしいな。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。燃やせ勝利の道を行く